こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、レクサスより抽選販売が開始された GX の特別仕様車である550オーバートレイルプラスの内外装紹介を、兄弟車であるランクル250などと比較しながら紹介します。限定車でありますので、申し込むかどうか迷っている方の参考となれば幸いです。それではご覧ください。今回の GX 限定車の仕様は、オフロード走行性能を通常仕様からより高めた、オーバートレイルプラスとなっており、車両本体価格はご覧の通りとなっており、抽選申し込み期間は5月12日までとなっています。兄弟車であるランクル250の最上級グレードと比較しても、2倍近い価格となっており、その価格に見合う差分があるのかに着目しながらご覧いただければと思います。ちなみに、北米仕様の GX を参照すると、GX にはオーバートレイルに加えて、ベースグレードであるプレミアムと、高級仕様であるラグジュアリーが設定されています。今回販売されるオーバートレイルプラスと、プレミアムの差額は約200万円となっているため、秋頃に予定されている一般販売時においては、もう少し手頃な価格での販売が予想されますので、そちらを検討してもいいかもしれません。外観紹介になります。今回の展示車両のボディカラーはムーンデザート、ブラックのツートンカラーとなっており、抽選の仕様としては、その他にグリーン系のテレーンカーキ、ブラックのツートンカラーが設定されています。どちらも魅力的なカラーリングかと思いますが、その2パターンしか選択肢が設定されていない点は注意です。フロントフェースはこのようになっており、水平基調をベースとしたデザインは、ランクル250と共通したものとなっていますが、GX にはレクサスおなじみのスピンドルグリルが採用されており、一目でレクサスとわかるデザインが採用されている点が特徴となっています。オーバーフェンダーによる力強さを感じさせるシルエットはランクル250と同じとなっていますが、GX の場合、スピンドルグリルを中心に、ボンネットのラインがつながっていることでデザインのまとまりが演出されていたり、切れ長のヘッドライトが先進感を演出していたりと、レクサスの持つ高級感とオフロード車としての武骨さが見事に融合しており、デザインの完成度としては GX の方が高いように感じました。ちなみにスピンドルグリルがマット仕上げとなっていたり、アルミプレートなどが装着されているところはオーバートレイル特有の装備と予想します。そしてこのボンネットの中には V 型6気筒 3.5 リッターターボエンジンが搭載されています。最大出力が355馬力、最大トルクが650ニュートンと非常に強力なパワートレーンとなっており、オフロードでの走破性はもちろん、一般道などでも余裕の加速をもたらしてくれることで、快適性も担保してくれることが予想できます。このパワートレーンがランクル250との最も大きな差別化ポイントであり、海外仕様においてもランクル250にはこのパワートレーンが装備されないため、将来的にも設定されないことが予想されますので、要チェックポイントかと思います。ちなみに、北米に目を向けてみると、直列4気筒 2.4 リッターターボエンジンに、モーターを組み合わせたランクル250の最上級グレードと、GX のベースグレードの差額は約35万円程度しかなく、今回の日本仕様における価格の大幅なギャップは、日本仕様におけるランクル250と GX に搭載されているパワートレーンの性能ギャップの大きさがかなりの割合を占めることが予想できますので、繰り返しとなりますが、こちらのパワートレーンに魅力を感じるかどうかが、今回の GX の抽選応募判断に大きく影響するかと思います。サイドのデザインはこのようになっており、GX のボディサイズは全長 4970mm、全幅 2000mm、全高 1925mm、ホイールベース 2850mm となっています。この数値をランクル250と比較すると、全長プラス 45mm、全幅プラス 20mm、全高とホイールベースは同じとなっており、サイズ感としてはほぼ同等となっています。デザインに関してはフロント同様、
水平基調のデザインが踏襲されており、ヘッドライトから伸びるラインがボディ後端まで一直線に伸びていることで水平基調のデザインを強調しており、タイヤの踏ん張り感を強調するオーバーフェンダーや、スクエアのウィンドウ、分厚い C ピラーデザインなど、武骨なシルエットを強調する要素が多く盛り込まれている点はランクル250のデザインと共通するところとなっており、前後オーバーハングが短く切り詰められていることで、アクロ走破性も担保されている機能性にも裏打ちされたデザインとなっている点も特徴です。また、この車両にはルーフレールが装備されており、おそらくオーバートレイル特有の装備かと思われます。ホイールデザインはこのようになっており、オーバートレイルということで、エアボリュームの大きいオフロードタイヤが装着されていることで、その外観からもオフロード仕様であることを主張しています。また、足回りにもオフロードを走行するための特別装備が装備されており、前後スタビライザーを独立制御することを可能とするなど、見た目にそぐわないオフロード走行性能が担保されています。リアデザインはこのようになっており、こちらも水平基調を基本としたスタンスと、リアフェンダーの盛り上がりによって、ワイド感が強調されており、非常に安定感のあるフォルムとなっています。ランクル250との最大の違いは、一文字のテールライトのデザインであり、フロントのスピンドルグリル同様、レクサスであることを主張する装備が与えられている点が挙げられます。また、この車両にはオプションとなっていますが、トーイングヒッチがオプション装着されていました。内装紹介、まずはトランク容量からになります。トランク容量はご覧の通りとなっており、スクエアなボディ形状そのままに非常に広大な荷室空間となっています。今回の仕様の場合はですが、5人乗り仕様の設定のみとなっているため、フラットな床面となっている点もポイントです。床下収納はそこまで大きくありませんでしたが、特に不満に感じることはないかと思います。また、AC100V のアクセサリーコンセントが装備されていましたので、多彩なアウトドア趣味に対応できることと思います。加えて、シートアレンジのバリエーションとして、2列目シートをご覧のように跳ね上げることも可能となっており、こうすることでより広大な荷室空間となり、車中泊などにも対応可能かと思います。また、ご覧のようにリアガラス部分も開閉し、荷物を出し入れすることが可能となっているため、狭い駐車スペースでの荷物の出し入れなどに重宝することになるかと思います。運転席周りはこのようになっており、この展示車両はブラックの内装に、ブラックのオーナメントが配された仕様となっていますが、この他に、ご覧のシャトー、ブラックの内装カラーが設定されています。テレーンカーキのボディカラーと非常にマッチしているかと思いますので、要チェックとなっています。運転席ドア内張りはこのようになっており、大部分がソフトパッドで覆われたドア内張りとなっています。手で触れるところの食感も心地よく、高級感を感じさせてくれるものとなっていました。また、幾何学模様のテクスチャーもしつらえられており、オフロード車らしい雰囲気作りの工夫もなされています。この車両には通常仕様ではおそらくオプションとなるマーク・レビンソンのオーディオシステムが装着されている点もポイントです。気になった点としては2つあり、1つ目はオーナメントについてです。先行してオーバートレイルが設定されていた NX ではジオレイヤーと呼ばれるオーナメントが設定されており、オフロード仕様らしく非常に好印象でした。GX のブラックオーナメントも質感としては申し分ないのですが、オーバートレイル仕様ということもあり、もう少しオフロード志向に振っても良かったかなと思います。2つ目は E ラッチの非採用です。最近のレクサス車にはスイッチでのドア開閉が可能となる E ラッチが採用されていましたが、GX には非採用となっています。信頼性や耐久性の観点から非採用になったのかと推測しますが、ランクル250との大きな差別化ポイントかと思いましたので、少し残念です。乗り込みに関しては、車高の高い車ではありますが、ステップとグリップを活用することで問題なく乗り込むことが可能でした。ステアリングデザインはこのようになっており、オーディオ操作系や予防安全系のスイッチが集約されたシンプルなものとなっています。こちらも昨今のレクサス車に採用されているヘッドアップディスプレイと連動したタッチトレーサーシステムが非採用な点が少し残念でした。
オフロード走行中の操作に適していないという判断かもしれませんが、ランクル250との差別化ポイントが少ない印象です。メーターデザインはこのようになっており、こちらには最新式のフル液晶メーターが採用されたことで、非常に多くの情報量が表示可能となっており、ヘッドアップディスプレイも装備されていましたので、情報表示量として不満に感じることはないかと思います。先進安全装備に関しても、最新のものが装備されており、右左折時にも対応したプリクラッシュセーフティや前走車と一定間隔を保ちながら走行するレーントレーシングアシスト、渋滞時運転支援機能などが完備されています。運転視界はこのようになっており、ドアミラーがスクエアな形状となっていることで、A ピラーとの間の死角がかなり軽減されており、左後ろの視界も確保されているなど、車体は大きいですが、視界はかなり良好となっている印象です。ナビ画面はこのようになっており、14インチの大画面ナビが装備されています。ランクル250のナビサイズを上回るものとなっています。また、メーターフードから連続性のあるデザインとなっていることで、囲まれ感の演出にも寄与しているように思います。この画面は、車両周辺の状況を映し出す、マルチテレインモニターの機能も兼ねており、オフロード走行時の安心感にも寄与するものとなっています。その下にはエアコン操作系のスイッチなどが配置されていますが、一部、タッチパネルでの操作となる点が気になりました。走行中の操作性が悪化することはもちろん、特にオフロード走行中の操作は困難になると思われ、ランクル250のように物理スイッチとして残して欲しかったところであり、レクサス内装の装備とオフロード専用設計の両立の難しさを感じます。その後ろには USB ポートやシガーソケットなどが備え付けられており、その横には各種ドライブモード切り替えスイッチやシフトノブ、路面状況に合わせて走行支援モードを選択できるマルチテレインセレクトボタンやダウンヒルアシスト、クロールコントロールのボタンがまとめて配置されており、操作性は良さそうに思います。その横にはドリンクホルダーが2つ縦に並んで配置されています。このセンタートンネル周辺にも、ブラックのオーナメントやソフトパッドなどが採用されており、質感の高さを感じさせてくれます。センターアームレスト内の収納はこのようになっており、収納が十分確保されているとともに、この車両には冷蔵機能も備え付けられていました。地味なポイントですが、ランクル250との差別化ポイントとなっています。シート形状はこのようになっており、肩口まで支えてくれるサポート性に優れたシートとなっていることで、オフロード走行中にも体をしっかりホールドしてくれるものと思います。また、一部グリーンの差し色が入っているなど、デザインにもこだわりを感じるシートとなっています。快適装備としてシートヒーター、ベンチレーションの機能に加えて、フロントシートにはマッサージ機能も備えており、長距離ドライブでの快適性はランクル250よりも高いものと思われます。続いて後席周りになります。後席ドア内張りはこのようになっており、ガラスが非常に大きく開放感が高そうでした。全席同様の質感が担保されていることに加えて、リアサンシェードも備わっており、高級車前とした仕立てとなっている点が特徴です。また、後席ドア内張りにもマーク・レビンソンのスピーカーが内蔵されており、インテリアのアクセントにもなっていました。足元スペースとしては、身長170センチの私がギリギリ足を組めない程度であり、ホイールベースも同じのため、居住スペースとしてはランクル250と同等の印象です。センタートンネルの張り出しがそれなりにありましたので、後席に3人乗りは少し融通し合いが必要そうです。センタートンネル後ろには後席エアコン用の操作パネルと、シートヒータースイッチ、USB ポートなどが集約されています。センターアームレストはドリンクホルダーを備えたオーソドックスなものとなっています。シート形状はこのようになっており、全席ほどではありませんが立体的な形状となっていることで体を支えてくれる形状となっており、シートヒーターなどの快適装備も備えられていることから、長距離走行中などの快適性も非常に高いものと思われます。結論です。特に、ランクル250との差別化ポイントについてです。外装や内装に関して、一目でレクサスとわかるデザインや品質の高さを感じることができました。
ただ、機能性という観点では、オフロード走行性能や予防安全系の装備などでランクル250との大きな差別化ポイントはなく、パワートレーンが大きな差別化ポイントとなっています。前述したように、主にパワートレーンの差分でこれだけの値段の差がついていることに納得できるかがポイントであり、結論としては GX という車両自体や GX のパワートレーンに魅力を感じている方以外には、今回の限定モデルは少し割高な価格設定となっており、GX とランクル250のどちらかで迷われている方には、どれだけパワートレーンのスペックを購入検討の比重として高く置くかで判断されることをお勧めします。購入抽選応募検討の参考となれば幸いです。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。また、ブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していくよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。